婚活でいい人に出会えない、いつまで続くんだろう、もう傷つきたくないと思っている方へ。状況が良くならない原因は頑張る順番を間違えていることにあります。私がそうでした。私は幼少期の家庭環境や過去の恋愛から男性不信を抱えて生きてきました。一度離婚を経験したバツイチでもあります。無理に男性不信を克服しようとするのをやめ、自分に向き合った結果、私は現在43歳で、昨年の42歳の時に夫になる人に出会い、知り合ってから18日で婚約、2ヶ月半で結婚をしました。本当に大切にされて愛される結婚を叶え、私にとって本当に合う人と出会うことができ、心から幸せと言える日々を送っています。男性不信でバツイチの40代の私が実践してきた3つのステップがあります。ステップ1、自分を知ること。ステップ2、自分が本当に望む相手を知ること。ステップ3、相手に出会うための行動をとることです。この3つのステップはステップごとに1ヶ月間かけ、合計3ヶ月が目安としてかかります。この方法を知れば、たった3ヶ月で状況を変えることができ、最短で成果を出せる期間だと自信を持って言えます。この3つのステップの概要は別の動画で紹介をしましたので、この動画ではベースとなる最も大事なステップ1の取り組み方をご紹介します。この動画では、婚活を頑張っているのにいい人に出会えない、うまくいかないと思っている方へ、3ヶ月で頑張っていた順番を変えて、私が実践してきた3つのステップで大切にされて愛される結婚を叶え、本当に合う人と出会うことができ、心から幸せと言える日々を送る方法のうち、最も重要なステップ1の具体的な取り組み方をご紹介します。それでは早速、ステップ1、自分を知ることの具体的な取り組み方をご紹介します。はじめの1週目では、今あなたはどんな気分と問いかけてください。問いかけるタイミングは、朝起きた時や、朝は忙しくて取り組めなければ夜寝る前など、ご自身の少し落ち着いていられる時間帯やタイミングで取り組んでみてください。この問いの答えについては、どんなことでも大丈夫です。浮かんだことが正解です。例えば、だるい、そわそわする、お腹すいたなどです。まずはこんな感じに、ご自身が感じたことを、ご自身が私は今こんなことを感じているんだと、他の誰でもなくあなた自身の感覚、個性を理解、認識することで、これがご自身を知ることの第一歩になります。私のようにこれまでどんな気分なのかを問いかけてこなかった場合には、すっと出てこないかもしれません。自分のことなのにどんなことを感じているのかを理解するということだけで疲れてしまうものなので、まずは1週間、今私がどんなことを感じているのかを知ってみてください。今感じていることをすべて出せなくても大丈夫です。完璧を目指すのではなく、少しでも前に進んでいることが大事なので、毎日とにかく続けてみてください。次の2週目では、1週間目で行った今あなたはどんな気分を少しでも感じ取ることができてきたら、感じたこと、浮かんだことに対してその根源を探していきます。この探す取り組みが最も大変で時間のかかることです。そして時間をかけなければならない部分です。なぜなら、本当の自分を知ることは人によってはとても怖いことでもあり、嫌な部分にわざわざ自分自ら見に行くことになるからです。ですが、この探すことをしなければ、ずっと誰かの意見や誰かの言葉を取り入れ、世の中の正解に従い、
社会の考えや環境に左右されてしまい、一生あなた自身が本当に幸せになることができないからです。私の場合は男性不信で、男性から大切にされない、愛を感じられない扱いに対して、男性との関係はこういうものと傷つくことは当たり前で、とても冷めた感情でいることで自分を守りながら過ごしていました。母やこれまで会ってきた男性からこのように学んでしまっていました。いい関係性を築くことを諦めている自分がいました。ですが本心は心から信じ合い支え合って温かい家庭を築けるパートナーが欲しいと望んでいました。私はこの本心があったのに見て見ぬふりをしていたことに気がつきました。この行為は自分で自分を傷つけていたのだと気づき、とにかく自分の本心に従うことで自分を傷つけるのをやめたことで、私の人生は好転していき、夫にも出会うことができました。私は気がつくのに40年もかかってしまいましたが、同じように遠回りをする必要はないと思っています。このステップを取り組んでいる期間、特にステップ1は苦しいかもしれませんが、幸せになるために必要なことは自分自身の中にしか答えはありませんので、息抜きをしながらでも続けていく方法もお伝えします。私が一緒にいますので、絶対に幸せになりましょう。それでは話を戻しまして、今あなたはどんな気分で感じたこと、浮かんだことに対してその根源を探していきますという話でした。その具体的なやり方は、出てきたことに対してどうしてそう感じるのと探す問いかけをします。そこから出てきたことに対して本当にと問いかけていきます。本当ですと答えられるまで続けることです。とても簡単ですが、とても苦しいステップになります。先ほどの例でやってみますと、例えばだるいと感じたことについて、どうしてそう感じるのと問いかけます。よく寝れていないからかな、室温が快適じゃなかったからかな、掛け布団しているところが暑くて汗かいてただからかなと出てきたことに対して本当にと問いかけます。汗をかいてもだるくない時もあるからな、寝る前まで動画見てたから寝つけてないのかな、本当にと問いかけます。寝る前にお腹いっぱいまで食べたからかな、本当にを続けます。本当は寝る前で食べたくなかったけど、夫が一緒に食べたいって言うから待ってて食べた。食べたくなかったし、食べたことによって体がだるい。本当にを続けます。プラスして夫にそのことを言えてないことにだるさを感じている。だから体とメンタルの両方がだるさを感じている。本当にを続けます。本当です。この本当ですと答えられるようになるまで問い続けてください。自分の感じていることに対してどうしてこのように感じているのかを知ることができ、自分はこんなことを思っているんだと自分自身を深く知ることができます。ここまで知ることができると、それではこのだるいとはならないための改善も容易にできるようになります。はじめはこの取り組みはとても大変なので、今どんな気分で出てきたことの一つだけをやってみてください。一度本当ですとたどり着くまで取り組んでみてください。私はこの自分の気持ちの根源を知る本当にと問いかけるたびに涙を流している時もありました。本当ですと答えられるまでいくととても楽になったりすっきりしたり、しばらく涙が止まらなくなって自分自身にごめんねと言い続けたこともありました。この取り組みは苦しいかもしれませんが、出てきた答えこそがあなた自身で、
その答えはあなたにしかわかりません。そしてこの根源がわからなければ解決方法もわかりません。つまりは幸せになる方法もわからないということです。幸せになる答えはすべてあなたの中にあります。この取り組みを1週間続けてみてと言いたいところですが、大切なことはあなたがあなたのことを知ることなので、続けられる工夫が必要になってきます。ですので、初めの1週間は3日おきにこの根源を探す機会を設けて、週を追うごとに3日から2日、1日と機会を増やしていく方法があります。まとめますと、1週目は今どんな気分を問いかけて、出てきたことを自分で感じ取ります。2週目になりましたら、この今どんな気分の問いかけは続けて、3日おきに出てきた気分の一つの根源を探してみてください。3日おきなので、根源探し以外は用意した自分を知る質問を1問答えてみてください。それが週を追うごとに3日おきではなく2日おきにする。4週目には1日おきにしてみるという具合です。心が折れてしまいそうになったら無理に行う必要はありません。根源探しをする以外は用意した自分を知る質問があるので、1問答えるなどしていろいろな角度から自分自身を知ってみてください。自分を知る質問についてはあげればたくさんありますが、参考までにあげていきますので、ぜひ取り組んでみてください。あなたはどんな時に嬉しい気持ちになりますか？その嬉しかった時の出来事を実際に思い出してみてください。あなたはどんな時に悲しい気持ちになりますか？悲しかった時の出来事を実際に思い出してみてください。お金や健康のことを気にしなければ、どんな食事をとりたいですか？一日の食事のスケジュールを立ててみてください。本当は嫌なんだけど続けていることは何ですか？お金のことを気にしないで、一日好きなことをしていいという日があれば、あなたは何をしますか？あなたはあなた自身で好きなところ、誇れるところはどこですか？あなた自身の中で嫌いなところ、直したいところはどこですか？理由はわからないけど好きなものは何ですか？理由はわからないけど嫌いなものは何ですか？今興味があることは何ですか？あなたが許せないことは何ですか？自分の体に満足していますか？不安なことはありますか？家族との中で楽しかった思い出はどんなことがありますか？家族との中で嫌だった思い出はどんなことがありますか？感謝していることは何ですか？子供の時の夢は何ですか？ぜひ気分の根源を探すことに疲れてしまった時や心が折れてしまいそうな時にこの質問を一つやってみてください。この気分の根源を探す取り組みが最も苦しく億劫になる部分なので、それを時々向き合う習慣と向き合い方ができれば、程よい緊張感と楽しい気持ちにもなりながら続ける1ヶ月を送り、ステップ1が終了するスケジュールになります。このステップ1がベースになって、2ヶ月目は次のフェーズ、ステップ2の自分が本当に望む相手を知るに向き合っていきます。とても遠回りに感じるかもしれませんが、望んでいる相手と出会うための行動をするために、ご自身が望む相手を知る必要があるので、まず自分がどんな人間なのかを自分で知る必要があります。なので、このステップ1は3つのステップの中でも最も重要な内容になります。このステップ1を日々行うことで、ステップ2、ステップ3の精度が確実に上がっていきます。
自分の本当の気持ちを突き止めることで、誰かの答えではなくご自身の答えをご自身で出すことで、確実に自信にもつながり、これからの行動に迷いもなくなっていきます。まずは今日のあなたの気分に向き合ってみてください。またこの取り組みをすることで気持ちの整理ができるので、相手に伝えるときに落ち着いて相手の気持ちも聞きながら、何が言いたいのかというコミュニケーションもスムーズになります。私と同じようになってほしくないという気持ちと、一人でも多くの人が幸せな人生を送ってほしいという気持ちでこの動画を発信しています。まずは一度この3つのステップの土台となるステップ1を落ち着いて実践してもらい、頑張っている順番を変えていただくことで、少なくても私のように苦しむことはないと思います。これまで実際に私が実践してきたステップ1の具体的な取り組み方を知ってもらいましたが、一日でも早く相手に出会うためには今からでも始めてほしいです。マッチングアプリや結婚相談所を利用している場合には、アプリを開く前にまずは数分だけ自分の気持ちを聞いてあげるというように、今の行動にプラスをすることで無理なくまずステップ1を始めることができます。実際に1ヶ月やってみてやり方が合っているかわからない、全然できない、苦しくてできない、続けられないと思った方や、このステップについて詳しく知りたい方、一人ではどうしても不安になってしまう方のために、3ヶ月でご自身の力で自立して望む相手と出会うための準備を一緒に行う、大切にされ愛される私になるための3ヶ月プログラムをご用意しました。あなたのお悩みに合わせてあなただけの個別のサポートになっています。そして私は男性不信なので、そんな私だからわかることもあるかと思います。まずはあなたのお悩みをじっくり聞きたいので、遠慮なく概要欄のインスタグラムの DM でメッセージを送ってください。すぐにチャットをしましょう。これまで動画をご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけたら幸いです。本当に皆様に幸せになっていただきたいと心から願っています。それでは失礼します。